言いなしです。ゲームオブザイヤー9冠クレールオブスキュールエクスペディション13-3洋芸食わず嫌いの JRPG プレイヤーこそ絶対にやってほしいと思ったのでネタバレなしで感想を共有します。まずは本作の概要。本作は終末世界で反撃の遠征に挑むパリーと回避のアクション要素を融合させたターン制 RPG です。2025年4月発売元はサンドフォールインタラクティブというフランスのインディーゲーム会社です。元 UBI ソフトのギヨームさんって方が立ち上げた会社で JRPG への強いリスペクトとインスパイアを受けて作ったとのこと。影響を受けた作品としてペルソナ3、デビルメイクライ、デモンズソウル、風の旅人、ファイナルファンタジー8を挙げていて、ゲームオブザイヤー受賞の挨拶でも FF の生みの親である坂口さんに感謝を伝えています。坂口さんファンの私はこれをきっかけに気になって1年積んじゃったけどようやくプレイしました。あらすじとしては大災悪によって外界から隔絶された都市ルミエール、そこから見えるモノリスにペイントレスと呼ばれる存在が毎年数字を刻んで、その年齢に達したものが抹消されるという世界です。刻まれる数字は1ずつ減少していって、要するにこのままだと緩やかに絶滅しちゃうので、毎年抹消される間際の年齢の人たちがペイントレス打倒のために遠征隊を組んで遠征していった。で、今回主人公ギュスタブたちが第33遠征隊として旅立っていくというあらすじです。ちなみにゲームタイトルにも冠されているクレールオブスキュールとは光と影の強いコントラストを用いて立体感や感情を表現する芸術技法のことです。本作のアートスタイルとか、あと今回はネタバレなしでいくので伏せるんですけど、ストーリーのテーマにも関わってくる用語です。システムとしては JRPG ライクな単性コマンドバトルにアクションが付け足された感じ。コマンドバトルの方はあんま特筆すべきことはなくて、ターンが回ってきたら攻撃、スキル、アイテムを選ぶっていう従来型の骨格です。キャラクターごとに使えるスキルも異なっていて、1キャラ内でも解放するスキルを自由に選択できるのと、あとピクトスっていうプラス能力を自由に付け外しできるので、そのあたりでビルドを作っていく感じ。目新しいのがアクション要素の方で、このゲーム防御というアクションがない代わりに敵の攻撃に対してタイミングよくボタンを押すことで回避やパリーができます。回避はその名の通り敵の攻撃を回避するだけで、パリーは回避するだけじゃなくてスキルを使うための AP っていうポイントが1増えたり、一連の全ての攻撃にパリーするとその場でカウンター攻撃が放てたりするので、回避コードよりもパリーの方がメリットが大きいです。ただし回避の方が判定が緩めでパリーの方が厳しいです。回避とパリーは別ボタンなので、今回の攻撃に対してどうするかっていうのは都度こっちで決める必要があります。で、従来の単性コマンドバトルにおいても敵の攻撃に合わせてタイミングよくボタンを押して損失を抑えるっていうのはあったっちゃありましたよね。マリオ RPG みたく。本作が目新しいのはその度合いで、マジで全ての攻撃が回避パリーできてしまいます。なので全くレベル上げをせずに、あるいはレベルアップによる成長要素を攻撃全振りにして、で全部避けながら短期間でボスを倒すことも可能ですし、そういったアクション要素が苦手だったら地道にレベル上げして防御型のビルドにして単性コマンド RPG らしくクラシックな持久戦を挑むのも肯定されます。ざっくりシステムはそんなところで、対応ハードは PS5、Xbox、PC。私は PC の Steam 版をプレイ。難易度は真ん中のエクスペディショナーで、メインクエスト一直線でクリア時間は22時間でした。ゲームレビューサイトメタクリティックのメタスコアは PC 版で91でした。概要は以上です。で、ここからは私の感想。神ゲーでした。珍しく徹夜しました。私このゲーム、洋ゲーの雰囲気で JRPG ライクなコマンドバトルができるって期待してプレイしたんですけど、これ正確な表現じゃないなって気づかされたので、そのあたりの魅力をご紹介します。ただその話の前に、まずコマンドプラスアクションバトルがそもそも面白かったっていう話。コマンドバトルって敵のターンの行動中とか考えることなくて緩みがちなんですけど、敵の動きに合わせて回避やパリーを決めなきゃいけない本作だと、敵の行動中も気張るんですよね。この攻撃はふんだなとか、最初のフンが来る前にどういう予兆に気をつければうまくタイミングを合わせられるか。例えば大砲を撃ってくる敵だと発射前に砲台が一瞬光るからそれだなとか、突進してくる敵が直前に何とも言えないみたいな叫び声を上げてくるからそのタイミングだなとか、敵のターン中も情報収集、学習を欠かさず緊張感を持ってプレイできます。普通のコマンドバトルよりも敵の動きとか音に敏感になれるのも面白くて、実際に戦ってる人ってきっとこういう感じになるじゃん。いつどこから攻撃してくるか警戒する感じ。あれと同じ体験ができます。で、回避とパリーの関係性がマジで天才で、回避行動を取った時に成功すると普通は回避っていうメッセージが表示されるんですけど、そのタイミングだったらパリを選んでも成功したよっていう完璧なタイミングで回避に成功すると、回避じゃなくてパーフェクトって表示されるんですね。だから例えば初見の敵とか最初のうちはまずローリスクローリターンの回避で何度もトライして、で安定してパーフェクトって出せるようになったら、じゃあ次からハイリスクハイリターンのパリを決めにかかるっていう動きが取れます。で、ベースとしてそういう作戦感ではありつつ、例えばこの攻撃は麻痺攻撃で、しかも回復役狙ってる。で、回復役が麻痺るとやばいから絶対食らいたくない。だからここはパリーじゃなくて回避にしとこうとか、次の攻撃をパリーすると AP1 ポイント増えて9ポイントになって、次回るターンで大技打てるようになるから、ここはリスク取ってもパリーしたいとか、あとは例えば敵の攻撃が5連撃だった時にパリー決めた時のカウンターって全部パリー成功しないと発動しない仕様なので、一発目の攻撃をパリー試みてミスって被弾しちゃったから、じゃあ2発目以降は回避に切り替えようとか、戦況に応じてとっさに回避
避とパリーを使い分ける余地があるので、そこもまた面白いです。で、この回避とパリーの面白さを際立たせてるのが敵の攻撃の苛烈さ。例えばこっちの HP が100で敵が10ダメージぐらいの攻撃してきた時に回避しようかパリーしようかとか、まあどうでもいいじゃん。ミスっても10ダメージなんだし。本作雑魚相手でも1回の攻撃を一通り食らうと普通に死ぬぐらい攻撃が激しいです。難易度真ん中のエクスペディショナーだと回避とパリーを使いこなすことが推奨されますが、必須ではありませんって書いてあるんですけど、何言ってんだって感じ。必須です。私も3、40回ぐらい全滅したので結構死にゲーです。ただだからこそ回避とパリーを身につけるモチベになるし、回避とパリーどっち使おうっていう選択にも緊張感が生まれます。で、成功した時の気持ちよさも絶大で、単純にパリーに成功した時の視覚的聴覚的なフィードバックが気持ちいいっていうのはもちろんあるんですけど、パリーに成功した時のカウンターのダメージも大きくて報酬がでかい。特に全体攻撃をパリーできた時はチーム全体でカウンターしてくれるんですけど、第33遠征隊がカウンターを実行するっていうシステムメッセージとともに総攻撃を仕掛けてくれる時のダメージがでかいし、かっこいいし強いし好き。ペルソナの総攻撃っぽいですよね。余談なんですけど、ゲーム中にパーティーメンバー全体の敏捷を上げるスキル、要はより素早くターンが回ってくるようになるっていうスキルがあって、コマンドバトルやり慣れてる人わかると思うんですけど、大体最強スキルじゃないですか、こういうヘイスがあって。と思ったら敵の攻撃をパリーすることでの AP ボーナスだったりカウンターダメージだったりの恩恵がでかいので、強いは強いんですけどぶっ壊れではないなっていう感じ。それだけパリー成功時のリターンが大きいってことです。で、このリターンが大きいとどうなるかっていうと、最初のうちはゴミ虫のごとく殺されるんですよ。ボス戦の最初の2ターンぐらいの攻撃で全滅して、こんなん勝てるわけないやんけみたいなところから始まるんですけど、パリーできるようになると当たり前なんですけど HP 一切減らないし、 AP がいつも以上に増えて大技連打できるようになるし、でそもそもカウンターダメージで敵の HP もりもり減るし、あの時の苦労は何だったんだっていうぐらい楽に倒せるようになります。この成長の手応えの大きさも良かったです。で、今のはパリーになれるとリターン超でかいって話なんですけど、これもう少し反化した言い方するんですけど、このゲーム何らかのアクションを取った時のリターンが基本的に全部でかい。例えば探索、道端に普通に強い武器とかピクトスが落ちてるから探索する気にさせられます。装備強化も1段階強化した時の攻撃力の伸び幅が大きいから意識するようになります。武器とかスキル、ピクトスを組み合わせたビルドもそうで、例えばヒットを受けるまでよだめ 30% アップとかダメージが割合でガンガン増えていくので、私は最終的に1回のよだめ3万ぐらいだったんですけど、やり込み勢とかになると一発500万とか600万のダメージを与えて HP10 億の裏ボスを倒すとか、魔界戦記ディスガイアみたいなインフレが発生します。インフレがいいって言いたいわけじゃなくて、それだけ頭使って作ったビルドの恩恵もでかいので前向きに考えられるということです。全般空気だなって思う要素が皆無ですごく筋肉質なシステムだなと思いました。バトルの話は以上です。で、ここからが完全に予想外で感動したこと。このゲームちゃんと JRPG なんです。そうね、洋芸の雰囲気で JRPG ライクなコマンドバトルができるだもんね。違う。コマンドバトルだけをもって JRPG ライクって言ってるんじゃないです。メディアのインタビューでファイナルファンタジー15のディレクターの田畑さんが本作を日本人好みのフレンチ料理と称しています。フランス料理家が日本人の好みに合わせてカスタマイズしたフレンチ料理っていう意味だと解釈してるんですけど、まさにそれ。ギオームさんや田畑さんがおっしゃってる洋芸の特徴として、ずっとシリアスなトーンをキープしてる、小説をゲーム化したような文学的イメージがある、高級感があって大人向けっていうのがあって、なんとなくわかるじゃないですか。で、本作も19世紀末あたりのアールデコ様式にインスパイアされたらしいアートスタイルだったり、セロ Z にたがわないダークな世界観、あと残酷な描写だったりと間違いなく洋芸ではあるんですけど、今からドバッと上げるんですが、時たまコミカルなキャラクターが登場して軽妙なやりとりとか笑えるシーンを取り入れていたり、こういう縮尺のワールドマップがあったり、海を渡るためにはまず闘技場で優勝してもらわんとな、優勝おめでとう、村の裏口は開けておいたぞなんていう話の展開だったり、最序盤に2位で戦えるんだけどワンパンで殺される強強ボスが設置されてたり、マスコットキャラの上に乗ってボスと戦ったり、ぼかすんですけどストーリーの悪役にもしっかり戦う理由を作って見せてるとこだったり、うわこの人 JRPG の影響を受けてるって感じる要素が随所に滲み出ています。もっと直接的な要素だと枚挙にいとまがなくて、メタルスライム的な敵とか、ちょくちょくエンカウントするモノマネ師とか、ワールドマップの飛空中に遭遇するデスゲイズみたいなやつとか、それは壇上で坂口さんに挨拶するわって要素も多数で、坂口さんファンの一個人としてはずっとニヤニヤしてました。でもそんな部分的なファンサオマージュのレベルではない。本作のコマンドバトルはうち JRPG っぽいですよってアピールするためのアドバルーンでしかなくて、そのバルーンに釣られて飛びついたらストーリープロットにも大いに JRPG のエッセンスがあって、で私の300本以上の日本のゲーム歴の遺伝子とビンビンに共鳴して感動しました。でもさっき言った世界観とか美術要素、あと高級感かな、もうそこが確かに洋芸なんですよ。ここが本当に新しい。映像だけでつかめないところで一例挙げると BGM のクオリティがやばい。名に戦闘曲っていうのがなくて、戦闘非戦闘問わず一生このシーンのためだけに作ったのっていう曲が流れ続けるんですね。でしかもジャズやらロックやらジャンルも多彩、全部で150曲以上あるらしくて、サントラがビルボードのアルバムチャートで1位取ったらしい。そりゃ
取るわって感じ。で、場に合った BGM を流すってだけじゃなくて、例えば今回説明してないんですけど、グラディエントアタックっていうパリーの上位版みたいなやつもあるんですけど、それ成功した時に合わせて一瞬 BGM が曇ったり、ちょっと詳細は割愛するんですけど、パーティーの存在そのものを抹消させる攻撃で、BGM もピタッと無音化したり、ゲーム内の動きを引き立てる音響演出も完璧でした。ちょっとこの話をしすぎたんですが、まとめると、コマンドバトル以外にも随所に JRPG 味を感じる日本人の舌に合う洋芸。ここが私の本作の最大の推しポイントです。で、作品として優秀すぎるんで気になった点挙げるのも野暮なんですが、2つほど紹介すると、1つはストーリーは人を選ぶかも。冒険する動機づけは完璧だし、初動の出来事も衝撃的で引きは最強なんですが、どうやら単純な話ではなさそうだぞってところが徐々に見えてくる中盤以降、結構複雑で、伏線張られてたかそれっていうのもあって、しかもメインを終えた時に気持ちよく全部明示的にネタバラシしてくれるような感じでもなかったので、読解力がない私はクリア後に考察を読んで腑に落とす作業が必要でした。ゲーム単独でカタルシスを得るの大変なんで、人によって評価が分かれるかもしんない。で、それと色々あってメインキャラクターの一部がめっちゃ空気になっちゃうのも寂しい点ですね。この動画未プレイの人は前知識入れずに今すぐ始めてくれっていうスタンスなので、これ以上は言いません。ぜひ自分の目で確かめてみてください。ちなみに私は初見余裕でバッドエンドを選びました。それともう一点、UI はあんまり良くありません。あらゆるレビューで指摘されてますが、ミニマップがないのが激不便です。気がついたら元の道に戻っていたことも多数。別ゲーのインタビューですけど、ミニマップ設けちゃうとミニマップしか見なくなるっていう話を聞いたことがあって、で、本作ビジュアル頑張ってるので、ゲームに没入させるためあえてやってるんだろうなとは理解しつつも、本作さっき言った通り道端のアイテムの価値が高くて、探索漏れが結構きついので、例えばせめてボタンを押したらマップが出るとか、常時表示させずともそこは欲しかったなと思いました。それとピクトス、というかルミナの装備画面。今回ルミナについて紹介してないので、未プレイの方は聞き流してほしいんですけど、どれがピクトスとして装備していて、どれがルミナとして装備していて、で、どれが装備していないのか、パッと見全然わからん。このあたりの UI の微妙な感じはザ洋芸感。ただ他の要素が素晴らしいだけに謎に好意的に捉えちゃってて、だからこそ洋芸やったことない人が洋芸のこの辺の絶妙な不便さになれるっていう登竜門的なゲームとして最高だなって思っちゃいました。気になった点はそれぐらいです。本作コアの開発人数は30人程度らしくて、エンディングのスタッフロールくっそ短かったんですけど信じられない。確かに振り返ってみるとコンパクトにまとまった話やシステムだったかもって思うんですけど、プレイ後の満足感は大作の神ゲーを終えた後のそれそのものです。というのとジブリ作品にも影響を受けて作られた中国のロシア兵戦記見た時も思ったんですが、日本産ましてや自分の好きなエンタメの血を海外の作品通じて垣間見るのすごく感動しちゃいました。ファミ通のキャッチが素晴らしいのでそのまま引用させてもらうんですけど、日本の RPG へのフランスからの最高のラブレターになってます。ファイナルファンタジーとかペルソナとか好きなんだけど、洋芸のあの感じがとっつきにくくて苦手なんだよなって思ってる人、こういう作品はそうそうないし、ぜひやってみてください。私もプラグマタとかデトロイトビカムヒューマンに続いて話題の過去作を今更プレイしましたが、話題になったやつはマジでタイムリーにやろうって改めて心に誓いました。プレイ済みの方、本作の好きな要素や感想をぜひコメントください。未プレイの方、洋芸のプレイ経歴や印象はどんなんでしょうか？本作は気になりましたでしょうか？こちらもぜひコメントください。今後も皆さんが自分に合うゲームと出会えるよう、新作ゲーム片っ端からプレイして面白かったやつもって思ったやつも紹介していきますので、よろしければチャンネル登録お願いします。動画化に至らない小ネタは X で語ります。そちらもフォロー何卒おつゆなし。